事件ファイル1。 A 氏はこの会社に勤務して6年目のサラリーマン。やり手というよりコツコツ努力を重ねるタイプで、温厚で真面目な性格に同僚たちからの信頼も厚かった。その日 A 氏は上司に呼ばれ、最近伸び悩んでいる営業成績のことで葉っぱをかけられていた。だが上司の口うるささはいつものこと。矛先も A 氏に限らず職場の誰かで構わず向けられていた。A 氏ももう何度も経験済みで、全員がまたかという表情。ただ嵐が通り過ぎるのを待っていた。ところが次の瞬間、同僚の誰もが我が目を疑った。できないのかね本当に。いつも温厚な A 氏が突然上司に殴りかかったのである。しかも驚いたことに A 氏の暴力はとどまるところを知らなかった。同僚の一人が止めに入ったが、もはや何も耳に入らない様子。今まで怒鳴り声一つ上げたことがなかった A 氏の表現ぶりに、職場の誰もがただ唖然とするだけであった。上司は全治1ヶ月の重傷。 A 氏は傷害の罪で逮捕された。事件ファイル2。 B 氏と C さんは結婚1年目の新婚夫婦。 C さんが結婚に踏み切った一番の理由は、決して人と争わない彼の優しい人柄。現に結婚してから口喧嘩すら一度もしたことがなく、周囲の誰もが認める仲睦まじい夫婦であった。しかしある日を境に突然妻の C さんが B 氏に対して口を聞かなくなった。 B 氏は思い当たるところがなく理由を尋ねるが、妻は口を閉じたまま。このところ B 氏は朝早く出勤し、夜遅くまで残業の毎日。そのため家に帰った頃には妻はもう寝てしまっていて、改めて理由を聞くこともできない。そして夫婦の会話がなくなって3日目。ただいま。その夜 B 氏は久しぶりに早く帰宅。妻に口を聞かない理由を改めて尋ねた。なんで喋ってくんないんだよ。だが妻は相変わらず口を閉ざしたまま。とその時、突然 B 氏は洋服を叩きつけると怒鳴り声を上げ暴れ出したのである。まるで別人のように怒りを物にぶつけ荒れ狂う夫。直接手を挙げられこそしなかったが C さんは味わったことがない恐怖に身を救い、ただ怒りが収まるのを待つしかなかった。事件ファイル3。一組のカップルが休日のデートを楽しんでいた。ハンドルを握っていた会社員 Y 氏は温厚な性格で、どんな時でも笑顔を絶やさないと評判の男性。同じ職場の女性も Y 氏の安心感に惹かれ交際を始めたのだった。ところが2人の乗った車が交差点を右折しようとした時、後ろから1台のトラックが猛スピードで強引な追い越しをかけてきた。だが次の交差点で曲がろうとしていた Y 氏も道を譲れない。2台の車はもつれ合うように直進した。接触寸前で2台の車は停止。幸い Y 氏、恋人の女性ともにかすり傷一つなかった。しかし2人は話し合いを始めたが、相手の運転手は今にも手を出さんばかりの勢い。 Y 氏は何とか冷静に話し合おうと必死に相手をなだめていた。彼女はこの時 Y 氏が今にも殴られるのではないかと心配だったという。ところがその直後、彼女の目には信じられない光景が映った。なんとずっと相手をなだめていた Y 氏が突然殴りかかったのである。さらに驚いたことに彼は無抵抗になった相手になお殴る蹴るの暴行を続けたのである。あまりのひどさに彼女が止めに入ったが Y 氏は暴行をやめようとはしなかった。普段優しい Y 氏からは想像できない怒り狂った姿に彼女は悪い夢でも見ている気がしたという。相手の運転手は重傷を負い入院。
Y 氏は傷害の現行犯で警察へ連行された。切れる。一体なぜ人は切れるのか。我々は A 氏 B 氏 Y 氏がもともと暴力的な人間ではないのか、その身辺を調査したが、過去に傷害事件の前歴はなし。それどころか彼らをよく知る人の誰もが、あの温厚な人が暴力を振るうなんて信じられないと首をかしげたのである。温厚な人柄と評判で暴力とは無縁だった人が、なぜ突然怒りを爆発させてしまったのか。人が切れる。我々の体の中で一体何が起こっているのか。片山、はい。相手に重傷を負わした男の日頃の行動調査したか？あ、それ伊達さんが調べてます。伊達？はい。だってこれお前の担当の仕事じゃないのこれ。そうですけど伊達さんも手伝ってくれるっていうのは。バカ野郎お前、自分の受けた仕事は自分できっちりやれよ。自分の受けた仕事ってのは石にかじりついても。仕事はな、個人プレーじゃなくてチームプレーなんだ。君も怒ってる暇があったら手伝ってみたらどうなんだ。片山君、はい。彼の周辺の誰に聞いても真面目で大間な性格だと言っている。詳しいことはこのフロッピーにまとめてある。それにしても普段思わな男がなんで急に切れるんだろうな。怒りの感情について調べてみたのか？あ、手伝おうか俺なんか。もうリサーチは終わりました。あ、そうチーフ、ミッションルームで報告します。日頃誰からも温和な性格と思われていた人が、なぜ突然まるで別人のように切れてしまったのか。そこで我々はまず人が切れる原因である怒りの感情について探るべく、東海女子大学大平教授を訪ねた。この番組はロッテ、第一生命、積水ハウス、日清食品、花王、大正製薬、日産自動車の提供でお送りします。人間の怒りには衝動的怒りと戦略的怒りという2つのタイプがあります。衝動的怒り。この衝動的怒りは全ての生物に組み込まれた危険に対応するための本能。人間も同様に身の危険を感じると自分の命を守るため本能として相手を倒そうとする。この時怒りで興奮状態を高めることで恐怖心が取り除かれ、攻撃を実行に移すことができるのだ。怒りとはそもそも自分の身を守るための機能だったのである。ではもう一つの戦略的怒りとはどのようなものなのか。戦略的怒りとは冷静に状況を判断した結果、湧き上がる怒りで4つのタイプに分類される。防衛回避のための怒り。あんたたち何やったの？またあんたね。違うよ、僕じゃないよ。本当は兄がやったのに無実の罪を着せられる。このように自分にとって不利なことが起きた時、人はその事態を覆そうとする。自分の正当性を相手に訴えるために起こす怒り、これが防衛回避のための怒りである。強制の怒り。上司が部下に言うことを聞かせるためにわざと起こるのは強制の怒りの典型。人が社会の中で他人を思い通り動かそうと上下関係を強調したり維持するために利用される怒り。この場合怒っている人は自分が正しいと考えていて、それに反抗する相手を説き伏せようと怒る。制裁報復の怒り。悪徳政治家に対する国民の怒りはこの制裁報復の怒りの典型。自分が直接被害を受けていなくても社会的に考えてこれは間違っている、また信頼していた人物に裏切られたと感じた時、自分の中の正義感が生み出す怒りである。自己表現の怒り。また言うてんだってやがれだ。メンツを潰された、人前で恥をかかされたというプライドを傷つけられた時に起こる怒り。プライドが傷つくかどうかは他人には分かりにくく、相手は何の悪意もないのに怒りを買ってしまうケースも多い。実はこの自己表現の怒りこそ最も激しい怒りで切れる原因となりやすいのだ。ではこれらの怒りがさらに発展爆発する切れるとはどういう状態なのか。切れるというのはですね、
衝動的攻撃といいまして、怒りを我慢し続けている時にですね、さらに新しい怒りが加わりますと、その瞬間に思考が遮断されてしまいまして、取り得る行動の選択肢が一つしかなくなってしまう、そういう状態のことを言います。教授によれば、日常生活の中で怒りが生まれた時、我々はいくつもの選択肢からどの行動が最適かを考え選んでいるという。例えば上司から怒られ怒りを感じた時に考えられる主な行動の選択肢は、1、自分が悪いと認め謝る。2、自分の意見を言って話し合う。3、反抗したいが我慢する。4、その場から逃げ出す。5、相手を攻撃する。しかし社会の中で他人との共同生活を送る私たちは、怒りを感じた時に状況を判断した上で大抵1から3の行動を選んでいる。そしてこの時点で新たな怒りが生じても、普通の状態であればまた1から3の中から行動を選ぶ余裕がある。しかし切れる場合には、新たな怒りが生じた瞬間、逃げるか相手を攻撃するか、自分の命を守る最終手段しか選べなくなってしまうのだ。切れるとは攻撃する行動だけと思われがちだが、実は逃げ出すのも切れた結果の行動。窮地に立たされると黙り込んで一切口を聞かなくなる。部屋に閉じこもってしまう。このような行動も冷静に考えれば他の考え方があるのに、逃げるという最終手段しか選べなくなった結果、切れるとは逃げる攻撃するという本能がむき出しになった状態なのだ。では冒頭で紹介した3つの事件の当事者たちはなぜ切れてしまったのか。ついにその謎が明らかになる。切れるとは逃げる攻撃するという本能がむき出しになった状態であった。では冒頭で紹介した3つの事件の当事者たちはなぜ切れてしまったのか。上司に対して切れた A 氏の場合、仕事終わりの酒の席で話題に上るのが上司の悪口。しかし A 氏はただ一人上司の悪口を言わなかった。だが彼に上司への不満がなかったわけではない。単に悪口が上司の耳に入らないよう用心して心の中に溜め込んでいただけなのである。ところが同僚に「お前は不満一つ言わず偉い」と褒められる。この尊敬される快感に A 氏はいつしか本音を押し殺し、立派な人を演じるようになっていた。だが上司は A 氏が自分の悪口を言わず我慢してくれているなど知る由もない。そのため A 氏の心の中で勝手に「俺だけがお前の悪口を言っていないのに」と本来関係のない新たな怒りが発生。他の同僚よりも強く怒りを我慢しなければならなかったのである。さらに人間が切れる場合ですね、そのほとんどは普段接することの多い身近な人に対する自己表現の怒りです。全く他人の場合、自分のプライドやメンツを潰されても、どうせ相手は自分のことを何も知らないんだとしばらくすると怒りは収まってしまう。ところが家族友人など怒りの対象が接する時間の多い相手の場合、怒りが消えず長い間溜まっていく。さらになぜ自分の気持ちがわからないんだという不満までが発生してしまう。 A 氏の場合も俺だけは悪口を言っていないのになんで怒られるんだと必要以上の不満や怒りが蓄積。事件当日に怒られたことでついに我慢の限界を超え切れてしまったのだ。妻に切れた B 氏の場合、残業が続き深夜の帰宅が続いていた B 氏は先に寝た妻を起こさぬよう静かに寝室へ入る気配りをしていた。しかし妻の方は夫の気遣いなど知らず慌ただしく出かけ、帰りが遅いためこのところ夫婦でゆっくり話す時間すらろくにないことに不満を持っていた。口を聞かなかったのは拗ねることで不満を分かってもらおうとしたためだった。一方妻のためを思い気を使っている夫には全く心当たりがない。むしろ感謝こそされ、こんな態度を取られる筋合いはないとイライラし始め、やがて怒りとなって積もっていった。ただいま。そして口を聞かなくなって3日目、仕事を早く終わらせ今日こそはと妻に理由を問いただすが、依然として口を聞かない態度についに我慢の限界を突破、切れてしまったのだ。
では一緒にいる相手ではなく初めて会ったトラック運転手に対して切れた Y 氏の場合は何が原因だったのか。パーソナルスペースを侵されたということが大きな要因になっていると思われます。パーソナルスペース。パーソナルスペースとは自分が安心していられる他人との距離、いわば縄張りである。野生動物と違い縄張りなどを無関係に見える我々もこのように無意識にパーソナルスペースを確保している。これが車の場合パーソナルスペースが車体よりも大きなエリアとなるため体一つでいる時の数倍もの距離に対していつも神経を配らなければならない。 Y 氏の場合助手席に恋人を乗せていたため強い縄張り意識が生まれパーソナルスペースに対してより過敏になっていた。そこへトラックに強引に割り込まれ激しい怒りが発生。しかし Y 氏は恋人がいる手前冷静な大人であるところを見せようとひたすら我慢を続けていた。ところがからかい半分で相手が恋人を侮辱。その言葉で Y 氏は我慢の限界を超え切れてしまったのだ。妻に上司に対して切れた A 氏、妻に対して切れた B 氏、トラック運転手に対して切れた Y 氏、3人とも我慢に我慢を重ねた末ある瞬間を境に切れてしまっているのだ。ではその切れるきっかけとなる怒りを爆発させた点火スイッチとは一体何なのか。我々はその謎を探るため脳のメカニズムに詳しい大木氏を訪ねた。人間の感情というものは脳内物質の種類と量によって決まると思います。人の感情を決める脳内物質、それが怒りを切れるに変える点火スイッチなのか。我々の感情を決めるのは視覚、聴覚、嗅覚、味覚、触覚の五感から入った情報。この情報は脳の各部へ伝えられ分析される。そしてその分析結果が脳幹から脳内物質として放出され好き嫌いを決める扁桃体で感情となるのだ。この感情は基本的に4つの脳内物質によって作られる。覚醒、快感を作るドーパミン。覚醒、怒りを作るノルアドレナリン。恐怖、驚きを作るアドレナリン。これら3つの物質による感情を抑制する働きを持つセロトニン。これらの脳内物質の量や割合によって喜怒哀楽の感情が作り出されるのだ。つまりドーパミンが多い場合楽しい、嬉しい、気持ちいいという感情。アドレナリンが多い場合びっくりする、怖いという感情。そしてノルアドレナリンが多い場合怒りという感情が現れるのだ。だが切れる原因として最も重要なのは3つの物質の抑制、興奮した神経が暴走しないようにコントロールしているセロトニン。ノルアドレナリンにより怒りの信号が送られてもセロトニンが放出されることで怒りが爆発するのを防いでいるのだ。通常セロトニンはアドレナリン、ドーパミン、ノルアドレナリンとほぼ同じ割合で放出されている。しかしセロトニンの量が不足するとブレーキが効かなくなり怒りが暴走してしまうのだ。つまりセロトニンは怒りを抑制する役割を担っているのだ。ではこのセロトニンこそが人を切れさせる真犯人なのか。動物の場合はセロトニンによって本能がコントロールされていますが人間の場合は第二のブレーキがあってより強いコントロールをします。教授によると人間がセロトニンの分泌異常に陥るのは先天的な場合が多いという。つまり人を切れさせる犯人はセロトニンではなかったのだ。では切れるのを防ぐ第二のブレーキシステムが正常に機能しなくなった時人は切れるのか。他の生物にはない人間だけが持つ第二のブレーキシステムとは何なのか。脳の中にある切れることを防ぐ第二のブレーキシステムが正常に機能しなくなった時人は切れるという。では他の生物にはない人間だけが持つ第二のブレーキシステムとは一体何なのか。他の生物の脳と比較した時人間の脳だけ著しく発達した場所がある。それは大脳新皮質。大
大脳新皮質は本能以外の複雑な情報処理や想像力など人間だけが持つ高度な知能を司る場所。そしてこの大脳新皮質で作られた理性こそが人が切れるのを防ぐ第二のブレーキなのだ。つまり理性のない動物に攻撃の感情が生まれると自分の命を守るため相手の息の根を止めるまで容赦なく攻撃を続けてしまう。しかし他人との共同社会を営む人間の場合、感情むき出しでは成立しない。そこで大脳新皮質が理性という第二のブレーキを作り出したのである。ではなぜその理性が効かず突然切れるスイッチが入ってしまうのか。感情は最終的に大脳新皮質のグルタミン酸とギャバという物質によってコントロールされています。グルタミン酸は本能的な感情を表に出そうとプラスの働きをする興奮性伝達物質。一方ギャバは感情を抑えようとマイナスの働きをする抑制性伝達物質。通常グルタミン酸とギャバは決まった割合で放出され理性が保たれている。ところが怒りを解消せず溜め込んでいるところへ新たな怒りがプラスされると我慢させるギャバの割合が増加。怒りの感情はより圧迫された状態で封じ込められる。そして我慢に我慢を重ねもう封じ込められないほど怒りが圧迫された瞬間理性の壁を突破。本能的感情が表にあふれ出してしまうのだ。また抑えられた感情が強ければ強いほどその反動としての怒りは大きくなる。人が切れるとはまさにこの時怒りの点火スイッチが入った瞬間なのだ。先の事件の A 氏は上司に対して一言も悪口を言っていないのになぜ怒られなければならないのかという怒りによるストレスが蓄積。 B 氏は良き夫として頑張っているのになぜ無視されるのかという怒りでストレスが蓄積。いずれも我慢に我慢を重ねストレスを長期間溜め込んだため理性が効かなくなり切れてしまったのだ。では顔見知りではなく初めて会った人に切れた Y 氏は短期間のストレスでなぜ切れてしまったのか。同じ原因のストレスであればある程度我慢することができます。しかしそこへさらに別の原因のストレスが加わりますと理性が崩れてしまうことがあります。ストレスは同じ原因であれば次第に慣れていく習性があるという。つまり理性の発達している人であればかなりのストレスでも抑えることができるのだ。しかしそこへ原因が全く違うストレスが加わるとたとえそれが小さなものでも理性は崩れやすくなってしまう。 Y 氏の場合車の運転についての口論で怒りによるストレスが溜まっていたところへ突然恋人の悪口を言われた。短期間ではあったが全く別の原因のストレスが加わったため理性が崩れ切れてしまったと考えられるのである。なるほど。切れた彼の場合はよく分かったが一つ疑問が残るな。何でしょう。人間にはどうして切れやすい人間と切れにくい人間がいるんだ。例えば和田さんとチーフの違いですか。なんで俺を例に出すんだよ。本当怒りっぽいんですね。こういう切れやすい人とそうでない人の差というのはですね、ある体内の物質が関係してるんです。切れやすい人と切れにくい人、その違いはどこにあるのだろうか。1977年アメリカ上院の栄養問題特別委員会で校内暴力や不登校の子どもたちの原因と思われる食生活の問題点、病気についての報告が行われた。それが低血糖症、体に必要な糖分を取りすぎることによって起こる症状。では糖分を取りすぎると体の中でどんなことが起こるのか。糖分の主な摂取源である砂糖は体内でブドウ糖と果糖に分解されブドウ糖が血液に取り込まれる。しかし必要以上に砂糖を摂取すると血液中にブドウ糖が増えすぎ血糖値が上昇。血糖値が高いと糖尿病のほか昏睡状態に陥ってしまう危険がある。そのため体は危険を避けようとして膵臓のランゲルハンス糖からインシュリンを分泌。ブドウ糖を血管の外の細胞に送り込み血糖値を下げようと働く。
しかし血糖値が高すぎると大量にインシュリンを分泌しすぎてしまい、今度は血糖値を必要以上に下げてしまうのだ。このように必要以上に糖分の取りすぎを繰り返し、血糖値が低いままになってしまったのが低血糖症では、低血糖症にはどんな問題があるのか。低血糖症になると体は血糖値を正常な数値に上げようと副腎からアドレナリンを分泌する。しかしこのアドレナリンが交感神経を刺激、興奮状態を引き起こし、イライラを募らせ暴力的になってしまうのだ。福山市立女子短期大学鈴木教授の調査によると、日本でも校内暴力や不登校の子どもたちの多くがこの低血糖症の症状を示していたというのだ。さらにこの低血糖症以外にも現代の食生活が切れる子どもを増やしている可能性があるというのだ。今の子どもたちの食生活を見てみますとね、言うならば現代型の栄養失調と言えると思いますけど、そういうことが起こってますね。最近の子どもたちの食事を調査してみると、必要なカロリーは十分とっている。それなのになぜ栄養失調になるのか。現代型栄養失調というのはカロリーは十分なんですけれども、グルタミン酸とかそれからビタミンとかカルシウムが取れてないような、そういう状態を言います。グルタミン酸、ビタミン、カルシウムは脳の活動に欠かすことができない重要な物質なのだ。グルタミン酸は理性をコントロールする神経伝達物質の原料となる。そのため不足すると理性が正常に保てなくなってしまう。ビタミン類が不足すると脳内でブドウ糖の燃焼が不十分となり、脳の活動が鈍る。そしてカルシウムが不足すると脳への情報伝達が鈍り、落ち着きがなくなるのだ。ではどんな食生活を送れば現代型栄養失調を防ぐことができるのか。グルタミン酸を補うためには高野豆腐、大豆、ピーナッツ、ごま、海藻、鰹節といった食品を摂取。ビタミン類を補うためには緑黄色野菜、レバー、牛乳、柑橘類、うなぎといった食品。カルシウムを補うためには牛乳、小魚、緑黄色野菜、チーズといった食品。これらを考慮すると我々日本人が昔から食べてきた野菜、海藻、小魚、豆といった日本型食生活の再現こそ現代型栄養失調を防ぐ最高の食生活だったのである。だが人が切れる原因はこれだけではなかった。人が切れる原因は脳内の神経伝達物質と現代の食生活にあることが分かった。だが人が切れる原因はこれだけではなかったのだ。その大きな要因として考えられるのが成長過程におけるさまざまな経験やストレス。脳が形成される過程でさまざまな経験をしないと我慢の仕方や解決法が見つけられない。すると感情のコントロールができず切れやすい人間になってしまうというのだ。実は現代の子どもたちはこのストレスに対する免疫力が低下している。兄弟の数が減り生活の中での競争が減少したこと、友達と遊ぶ時間が減り他人とのコミュニケーションを図る機会が減少したことなど、人格形成に必要な経験やストレスが減っているのだ。さらにその一方では受験戦争という学習への偏った過剰なストレスがかかっている。こうした結果、昔は何でもなかったストレスに対しても免疫力がないため思わぬことで切れてしまう子供が増えていると考えられるのだ。切れることを防ぐ、そのためにはストレスをためず別の形で発散する、栄養バランスの取れた食生活を送る。子供の頃から多くの人や自然と接しストレスに対する免疫力をつける。これらの条件を守れば切れにくい理性の働く人間が育つはずなのだ。なるほど。切れないためにはストレスをためずにバランスの取れた食事をとり、ストレスに対する免疫力を高めるとこういうことだな。はい。ってことはストレスをためないためには怒りを我慢しない方がいいってことだね。でも和田さんの場合はあまり怒りすぎると低血糖症の恐れが。伊達君、嫌なこと言うな君な。いや心配ないよ。和田君の場合はね、本能を抑える第2のブレーキがないだけだから。第2のブレーキがないってそれじゃ僕動物みたいじゃないですか。理性をコントロールするグルタミン酸やギャバを増やすには
ピーナッツですよ。はい、これなんで俺がお前にそんなこと言われなきゃいけないんだよ。冗談ですよ。ちょっとチーフ助けてください。この間借りた5000円返さないぞこの野郎。それちょっと困りますよ。ああやって破産してるうちは本当に切れることはなさそうだな。ええ